どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、スネールは好きですか？自分は死ぬほど嫌いです。苔取り生態としてお迎えした場合は別ですが、自然繁殖して勝手に水槽内で大繁殖するやつは、総じて抹殺したくなりますね。自分が今まで遭遇したスネールは、カワコザラガイという小さな米粒のようなスネールと、ヒラマキガイというアンモナイトのようなスネールの2種類です。カワコザラガイの場合は、とても小さく低床に潜り込むため、素手での殲滅はなかなか難しいですが、アベニーパファーやチェリーバルブなどの小型のスネールキラーでも対応できるので、さしたる脅威ではありません。最悪、スネールバスターという薬剤を投与すればやれます。ただ、ヒラマキガイというスネールは本当に厄介で、薬剤耐性と繁殖力、そして見た目の不快さは群を抜いています。このスネールには幾度となく悩まされており、すでに全ての水槽が侵食されています。本当にアクアリウムに対するモチベーションを下げまくられている要因で、こいつさえいなければもっと快適に楽しめるのにと毎日思っているくらいです。複数水槽を管理していると、ほぼ確実に全ての水槽に出現するので、本当に嫌いな人は初動の対処が肝心ですね。生態兵器だとアノマロクロミストーマシーが唯一駆逐してくれるんですが、外部フィルターの中でも繁殖しているため根絶は不可能です。一応トーマシーを入れていれば見える範囲でのスネールはいなくなりますが、何分トーマシーは気性が荒く、混泳魚にちょっかいをかけるので、すべての水槽にタンクメイトとして入れるのはお勧めしません。そうなると薬剤での一掃ですが、一度スネールバスターを使用して対処を試みましたが、全く効く気配がありません。ただただ水槽内を白濁りさせるだけの結果で終わっているので、もう使わないと思います。それでも日に日に増えていくスネールはアクアリウムに対するモチベをガリガリ削ってくるので、常々根絶したいと思ってました。ということで今回は、そんな勝手に人んちの水槽に入ってのさばる親の敵ぐらい憎いヒラマキガイを駆逐するべく最終兵器を使っていきます。なかなか知られていない薬剤で使用レビューも全くないので、スネールに困っている全人類の皆様にはぜひ最後まで見てほしいところ。というわけで今回紹介するスネール抹殺最終兵器がこちら、シーケムのキプラミンです。価格は 100ml で2430円。高い。こちらは以前紹介したことのあるピューリゲンやマトリックスなどの高機能ろ過剤でおなじみのシーケム社から販売されている商品で、硝酸銅やキレート銅よりも安全に銅濃度を上昇させることができる薬剤です。使用方法は、1日目は水量40リットルに対して20滴 (1ml) の割合で添加し、48時間経過後、最終的に銅濃度が 0.5mg マイリットル淡水の場合は 0.25mg マイリットルになるように添加を続け、2週間この濃度を保つようにしてくださいと書いてあります。注意点としては、殺菌灯や活性炭などの吸着露剤を使用している場合は効果が消えるので取り除くようにしましょう。また、無脊椎動物、海藻及び水草はすべて取り出してくださいと書いてあります。こんな感じで詳しく使用方法は記載されているのですが、そもそもなんで銅濃度を上昇させる必要があるのかは全く書いてありません。淡水海水両方で使用可能で、安全に銅濃度を上昇させるのは分かったけど、肝心の使用用途がわからないから何のために存在するのかいまいちピンとこないですよね。もしかしたら海水の場合、銅濃度が必要になるシチュエーションがあるのかもしれませんが、淡水ではあまり聞いたことがありません。なので、今までキュプラミンの存在は全く知らず、ゲリラライブ配信でスネールに困っていることを話したことがきっかけで知りました。これがスネールを抹殺するために開発されたものかは未だに分かっていませんが、
10円玉を入れると貝などの無脊椎動物が死滅すると言われているので、銅にはそういった作用があるんでしょう。調べた感じ、人間のヘモグロビンにあたるものの効果を阻害するようで、通常の薬剤のように耐性がつくことはないと思います。ヒラマキガイがどんなに薬剤耐性があろうと、無脊椎動物の貝である以上、すべからく効果が発揮するものと期待しています。ただ、安全に銅濃度を上げると言っても信用はできません。大半の魚は銅濃度 0.8mg マイリットルまで耐性があるようですが、通常 0.6mg マイリットル以上になることはお勧めしませんと書いてあるので、多少なりとも生態に影響がある薬剤だということがわかります。おまけに水草もすべて取り出してくださいときたもんだから、レイアウト水槽では水草に致命的なダメージを負う可能性もあります。しかし今ここで駆逐しておかないと、この先のアクアリウムライフでずっとスネールに悩まされ続けるだろうということが容易に想像できるので、意を決して使用に踏み切りました。毎回自分がおすすめしている組織培養水草は、無菌でスネールの混入がないのがメリットなのに、組織培養しか使っていない水槽に毎回スネールが発生するのも精神的にきついんですよね。先ほどもお話しした通り、一つの水槽にスネールが繁殖していると、いずれどの水槽にも発生するので、同時多発的に行う必要があり、今回はすべての水槽に対して一気に対処していきます。正直リスクのある方法なのでお勧めはしませんが、スネールを根絶させるという固い意志のもとやっていきます。ちなみにアピスト水槽には怖いので使用しません。それでは早速使用していこうと思うんですが、そもそも銅濃度が測定できないと使用できませんよね。1日目の添加量は書いてありますが、それ以降の添加量は濃度を目安にしないといけないため、今回はこちらも同時に購入しました。それがこちら、セラの銅テストです。価格は2068円。すでにキプラミンを合わせると5000円近い投資です。それでもスネールを抹殺できるなら安いもんです。これがないと生態に悪影響が出る濃度に達する可能性もあるので、使用を検討される方は必ず購入しておきましょう。それではキプラミンを開封していきます。中にはこぼれないように蓋がしてありました。中身の液体は青色ですね。メチレンブルー並みに着色してくるんで、取り扱いは気をつけましょう。セラの試薬の方も見てみます。銅のテスターは2種類の試薬でいいみたいです。テスト方法は 10ml 採水して7滴ずつ試薬を入れた後5分待つといういつもの試薬の検査方法です。付属の説明書にはカラーチャートがあって大まかな数値がわかるようになっています。というわけで早速使用していくんですが、まず最初にスネールに本当に効果があるのかを試してみます。これで生態や水草に悪影響が出てスネールには効きませんでしたとかなったら最悪ですからね。あと実際に濃度をどれくらいで保てばスネールを抹殺することができるかも調べておかないといけません。まず手始めに水道水に銅が入っていないかを検査していきます。もし水道水に銅が入っていた場合は、その濃度を基準に増やしていく必要があるからです。先ほどの手順通り 10ml 採水した後、試薬を入れて5分待ちます。結果は 0mg でした。これで純粋に添加した分が銅濃度になることが分かりましたね。今回実験に使用するのはマジで憎いこのサカマキガイです。見てるだけで鳥肌が立つレベルで嫌いなんですが、ちょっと水槽内を探すだけでこれだけ採取することができました。本当見た目の不快度高すぎて切れそうになるんですが、今からバチコリ駆逐していきたいと思います。というわけでプラケに2リットルの水を入れ、キプラミンを1滴垂らします。40リットルに対して20滴なので、初回の添加量と同じ濃度です。結果、濃度は 0.1 から 0.3mg マイリットルの間くらいなので、淡水の基準である 0.25mg マイリットルに近い値が検出されました。ということで、
キプラミンを添加しなければ同濃度は0。規定量を入れると大体淡水での適正濃度になることが分かったので、スネールをここにぶち込んでいきます。採取すればいくらでもいるんで多めに入れておきます。これくらい入れれば個体差があってもある程度効果の実証ができると思います。入れた直後はこんな感じ。平然と動いてて若干イラッとするんですが、即効性はないようです。しばらく見ていたんですが、大した変化もなかったので翌日に持ち越し。というわけで1日放置した状態がこちら。すべてのスネールが殻の中に入っており、明らかにダメージがあるようです。まだ死んでいるかがわからなかったので、水道水に移動させると、数匹動いているやつが確認できました。翌日も同じ個体をそのままキプラミン入りの水に入れて放置したんですが、いくつかのスネールは完全に死んでいましたが、やはりしぶとく生き残っているやつもいるようです。ということで、キプラミンを投与すると確実にダメージは与えられますが、即効性はなく、1から2日では個体によっては生き残るという結果になりました。使用方法では2週間この濃度を保てと書いてあるので、さすがに2週間もすれば全部死ぬと思います。おそらくこの2週間というスパンは、スネールの卵が孵化することも加味しての日数だと思うので、根絶させるなら最低2週間が目安になりそうですね。最後に2日間放置した水の同濃度を測定します。結果、添加当日と同じ 0.1 から 0.3mg 毎リットルという結果になりました。これである程度持続性があることが分かりましたね。というわけで、すべての検証結果が出揃ったので、満を持して水槽内に添加していきます。使用する水槽は90センチ水槽1つと60センチ水槽3つ、30センチキューブ水槽4つの合計8個の水槽が対象です。一気にするとそれだけリスクはあるんですが、2週間というスパンが必要になるため、生態を避難させるために一つ一つ添加を行っていると、その間に根絶させた水槽に他の水槽からスネールが入ってくる可能性があります。自分は今まで幾度となく注意していたにもかかわらず、すべての水槽にスネールが繁殖したことから、リスクはありますが、やるのであればこの1回の投与で全滅させたいということで、こういった方法にしています。結論から言うと、この薬剤は確実に生態にも影響が出るので、安全を取るのであれば、すべての生態を取り除いてから添加することをお勧めします。自分は生態の耐性がある同濃度 0.6mg と、スネールに効果のある 0.25mg にだいぶ開きがあるため、キプラミン投与前はしっかりと同濃度を測定しておけば問題ないという認識でした。特にエビ類は無脊椎動物のため、スネールとともに抹殺されるため確実に抜いておきましょう。以前動画にした100匹のヤマトヌマエビが集結した水槽は、このスネール抹殺計画のために全水槽から避難させたヤマトだったわけですね。ちなみにこの全水槽のヤマトヌマエビを避難させるのにも数日かかってます。やはりレイアウト水槽での生態避難は至難の業ですね。それでは添加していきます。ちなみに40リットルに対して20滴という基準だと、90センチ水槽は 77.5 滴、60センチ水槽は 27.5 滴、30センチキューブ水槽は11滴が必要になります。これが1回分の投与量で、自分の8個の水槽に添加する量は合計で 12.675ml になります。ということは 100ml で8個の水槽8回分の投与が可能ということです。これなら余裕だと思っていたんですが、後々この考えは甘かったということに気づきます。最初に添加するのは60センチ成化石山岳レイアウト水槽です。こちらにはまだ生態は入っていないので、基準である27滴を入れたらどれくらいの濃度になるのかを見てみます。結果27滴で濃度は 0.25mg になりました。最初に添加する量は40リットルに対し20滴でしたが、これはおそらく海水用の基準っぽいですね。生態の安全を考えるなら、
淡水の場合その半分量、つまり40リットルに対して10滴から始めるのが良さそうです。次に添加するのは60センチ気孔石レイアウト水槽です。こちらは先ほどの半分量である13滴投入。結果、濃度を測定すると 0.1mg 付近になりました。やはり最初はこれくらいの添加量が良さそうですね。ということで、この結果を踏まえ、他の水槽はすべて半分量にしておきました。添加する際はできるだけすぐに攪拌されるよう排水パイプ付近に落としています。小型水槽の場合、自分はスピンパイプを使用しているので、添加後にピンセットでかき混ぜておきました。いくら魚に耐性があるといっても、直接当たると悪影響ありそうですし。続いて、説明通り初回添加後2日経過したので銅濃度を測定します。するとなんと、すべての水槽で銅が検出されていません。銅を吸着する活性炭も使用していないので、もしかするとソイルなどが吸着しているのかもしれません。あと、編集中に思ったんですが、自分が使っているライトは紫外線チップが搭載されているので、殺菌灯がダメと書いてあるこの薬剤にはあまり使わない方がいいのかも。ただ、紫外線付きライトを使っていない水槽でも検出されなかったので、あまり関係ない気もします。紫外線で無効化されるとか言い出したら、直射日光当たってても効果なくなっちゃいますしね。ということで、銅が検出されなくなってしまったので、初日は半分にしていた添加量を規定量に戻して再度添加。結果的に全ての水槽でおおむね 0.1mg から 0.3mg の銅濃度に落ち着きました。また翌日にどうなったか確認します。翌日の朝に全ての水槽を測定しましたが、やはり全ての水槽で銅濃度が0になっています。なので、先日同様規定量を全ての水槽に添加しました。添加直後は 0.1 から 0.3mg と同じ数値に落ち着きます。そこまで水槽ごとに目立った濃度のばらつきはありません。ただ、継続的に銅濃度を上げておかないとスネールに対して意味がないと思ったので、どれくらいの時間で銅濃度がゼロになるのかを確認するべく、夕方にも測定しました。朝に添加して6時間後には 0.3mg 前後がだいたい 0.1mg まで減少。おまけに測定時の夕方にはちらほらスネールが活動している水槽もありました。結局、再度 0.25mg になるようにすべての水槽に添加を実施。今回の添加時間は夕方だったため、4時間半後にもう一度濃度を測定したところ、だいたい 0.1mg まで減少していました。ここら辺でいかにこの検証が大変なのかに気がつきましたね。そもそも先ほどからさらっと1日に3回添加と測定を繰り返してますが、8個の水槽に同時進行で行うのはきつい。毎日3回測定できるわけでもないですし、銅濃度を測定する場合、各水槽からしっかり 10ml 採水し、2種類の試薬を7滴ずつ入れなければいけません。そこから5分間待ってようやく結果が出るので、正直手間が半端ない。持続性があると謳っていたため、一度 0.25mg に安定させれば、再度添加することもそこまでないだろうと思っていたので、余計精神的ダメージがありました。また、そういった手間や労力もそうなんですが、湯水のごとく薬剤と測定試薬を使用するので、あっという間になくなってしまいます。お財布にも精神的にもきつくて、添加4日目にして早くも心が折れそうになりました。極めつけは生体の死亡です。この時に花火が数匹落ちており、明らかに生体にも影響が出ていました。銅濃度を下げないために水替えを4日間していないことも影響しているかもしれませんが、少なくとも4日水替えしないだけで落ちるなら常に落ちてるはずなので、銅を添加することで多少なりとも生体に悪影響が出ている気がします。ということで結果までお伝えしようと思ったんですが、台本を書いているうちにこのペースだと1動画40分くらいになりそうだったんで、
大変申し訳ないんですが、一旦ここで区切らせてもらいます。次回も続けてスネール抹殺計画の動画を出しますので、少しだけお待ちいただけると幸いです。続きが気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。